はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は前回に引き続きオーストラリアのパースにあるホテルをご紹介したいと思います。クラウンタワーズパースさんを本日はご紹介します。こちらのホテルはパースで唯一のフォーブストラベルガイド5つ星を獲得されているホテルということで、そんなところにもぜひ注目してご覧いただければと思います。では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますのでご覧ください。
はい、ではお部屋をご紹介したいと思います。まずお部屋の場所ですが、エレベーターをここだったかな、降りてすぐのコーナーのお部屋になります。では早速行ってみたいと思います。今回はノーマルといいますか、スイートルームとかではないので、こんな感じでオープンなスペースになってます。実はね、こういう方が広さを感じれて良かったりもするんですが、こんな感じで今日はコーナーの部屋になってます。先に水回り行ってみたいと思います。ガラスがね、結構、ガラスじゃない、鏡がね、結構多いので、もう私映っちゃうのしょうがないですね。こちら、ミニバーになってます。エスプレッソあり、グラスも一通りあり、アイスペールあります。あとは、こちらにウイスキーとかあります。よいしょ。これは何だい？よいしょ。こちらは TWG ボックスになっております。おしゃれ。はい。この専用の TWG ボックス、いいですね。で、私の家にあってもどうもならないんですけど。はい。で、こちらにお酒とおつまみ、ワインですかね。と、おつまみもなんか、色味に統一感があって、かっこいいおしゃれな感じ出てますよね。食べちゃおうか。はい。で、続いて、ロゴの入ったマグカップになってます。マグカップというか、コーヒーカップですね。で、ここから、ここはケトルがあります。これ冷蔵庫かな。で、冷蔵庫は、すいません。めちゃめちゃ減ってる。はい。私のための、これは、トニックウォーターですけど、ジンジャーエールね、このブランド、私結構好きですね。一通り、何でもあります。ジェットブルもコーラもありますし、スプライトもありますし、ジュースもあります。はい。で、こちら、よいしょ。からかな？ここにランドリーサービスと靴のね、磨きするのあります。よいしょ。で、ちょっとうまくスタイルしますね。鏡に私が映りすぎないように、こちら開けると、よいしょ。クローゼットになってます。こんな感じで、バスローブもあります。バスローブも、これはサラサラというよりしっとりですね。はい、しっとりしてます。多分合ってないんですけどね、このしっとりの使い方が。で、こちらハンガーあり、金庫あり、スリップあります。よいしょ。閉めると、私が、もうしょうがないですね。許してください。私が映ってる動画なんでね、これはお許しを。で、こちらが、水回り、お風呂場とかになります。洗面台は2基のタイプで、奥の間接照明もね、おしゃれかなと思います。かっこいいし、おしゃれだし、清潔感もあり、はい、いいんじゃないですかね。で、アメニティは、これは何かな、ちょっとわかりません。はい、ちょっとパッと見てブランド名がわかんないんで、まだまだだなっていう感じですけど、はい、で、こちら開けると、ドライヤーはこれがもう入ってます。で、ティッシュ入れます。で、こちらにアメニティが一通りありますが、海外がね、珍しい、すでにフルに置いていただいてあるパターンです。これはなかなかね、最近、海外のホテルでは珍しいなと思うんですけど、いかがですかね。はい、あとはこちらにマウスウォッシュとかかな、これは。だと多分思います。とか、こちらは、はい、ボディオイル的な感じですね。オイルというか、クリームっていう感じですね。はい、こんな感じになります。お風呂もなんか角度がついててね、おしゃれ、かわいいですよね。こちらにモニターもあります。はい。で、こちらがシャワーブースで、なんか最近珍しいですよね。この小さいタイプのアメニティ。こんな感じです。アンティカ、ちょっとわかんないです。英語じゃないかな、これは。はい、っていう感じです。で、よいしょ。お手洗いがここにあるので、お手洗いをチェックしましょうか。よいしょ。お手洗いはこんな感じです。タイプとかでね、ないかなと思います。はい。こんな感じの水回りになります。よいしょ。はい。で、メインのスペースですが、こちらにソファーあり、こちらにデスクあり。デスクもね、これぐらいの大きさあるとね、仕事もしやすいですし、こうやって座ると、パースの街並みと川が見え、
プールもね見えたりして、結構なんか優雅な感じしてませんか？どうですか？はい。でここからお部屋見るとこんな形で、かっこいいタイプのねお部屋かなと思いますが、おしゃれですよね。はい。で多分この辺は空だと思うんでね、一応開けてみますが、これは開かない。はい、ということで空です。でベッドサイド行ってみましょうか。水と、コンセントあります。コンセントはねこのタイプなので USB でもないのでちょっと要注意かも。 USB どっかにあってくれるかな。ちょっと待ってくださいね。ここ USB ありました。はい、USB が私は欲しいのでありがたい。はい。でこちらもこっちは USB ありますね。 USB の端子ととって言いましたが、下にコンセント一応あります。はい。ということで今日はこんな感じのコーナーのお部屋です。外の眺望もちょっとご紹介。こちらの奥に最近まだできた新しいスタジアムがあり、おしゃれな橋がそこにあるので、今日ちょっと時間あったらね、夕方とかにあのスタジアムとあの橋の夜の様子を写真撮りに行きたいなと実は思ってます。で、こちらがパースのメインのダウンタウンが奥に見え、こちらのホテルのプールが下にあります。今日はねプールも入りに行こうかなと思ってるので行ってきたいと思います。はい。プールもね結構広いので楽しめるかなと思います。はい。という今日宿泊するクラウンタワーズさんのお部屋、こんな感じになります。ではプールなどの紹介をこの後したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちらオーストラリアのパースにありますクラウンタワーズパースさんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず立地ですが、立地は空港からだと10分くらいの距離感かなと思います。空港があって、こちらのホテルがあるエリアがあって、パースの市街地っていう順番なので、パースの市街地からだと空港の方向に少し戻るような形になる立地になっております。また詳しくは地図などでご覧いただけたらと思います。はい。でルームキーですが、ルームキーはこんな感じ。ちょっとピント合うかな。こんな感じのルームキーになってます。はい。なんか深緑というかカーキな感じの色が結構、カーキな感じの色ってなんていう感じですけど、はい。深緑がね結構ホテルの至るところで使われていて、ソファーとか、ちょっとしたインテリアとかに使われていて、なんかこれもね緑好きな方にはいいと思いますし、結構おしゃれで良かったなと思います。はい。でこちらのホテルは冒頭でも話しましたが、フォーブストラベルガイド5つ星をパースで唯一取っているホテルということで、ラグジュアリーホテルの一つになります。はい。でまず、何から話そうかな。立地に関してなんですが、パース市街地を、川越しに見えるという立地で、すぐ近くにスタジアムがあったりとか、綺麗なね橋があったりとかで、もう景色がねとてもいいホテルです。でホテルの周りは綺麗な芝生だったり、ちょっとね散歩できる、なんて言うんでしょう、海外らしい緑があるエリアがあって、いやこれはね立地はとても素晴らしくて、市街地に泊まるのとまた違ったね良さのあるホテルでした。私も、夕食の後とか、朝とかに少し散歩してましたが、とってもね優雅な気分になって、時間が市街地よりほんのね少しですけどゆっくり流れるような形でいいですね。はい。ですれ違う方とは、挨拶をしたりとか、はい、とてもいい立地だなって私は思いましたね。はい。であとはこちらのホテルはちょっとねリゾートホテルっぽい雰囲気もあって、プールが大きいとかもありますし、ホテル自体が大きいということもありますし、お子様とかね家族連れにも楽しめるようなアクティビティがたくさんあるなっていう印象があります。でどんなものがあるかというと、お子様の話したのにそこから話すなよっていう感じではあるんですけど、カジノあります、映画館あります、でシアター劇場もあります。で軽くねこう買い物をするような
ロレックスとかオメガとかのお店が入ってたり、軽くないんですけど、そんな店舗数が多いわけじゃないんですけど、そんな、お店が入っていたりと、このホテルでね何日間か過ごしても楽しめるような施設のスケール感のホテルになります。はい、で、このホテルに来るとやはりちょっとねプールは一つポイントかなと思いますので、プールからの景色とプールの様子、軽く動画撮れたかなと思いますのでご覧いただけたらと思います。はい、で、プールにいて感じたことは、リッツ・カールトンさんの時もそうだったんですが、夕方の日が沈む前のくらいの時間になるとかなりの人が減ります。はい、で、パースの文化としてなのかもしれないんですけど、カフェがね5時半に閉まってしまったりとか、結構夕食がね早めの時間だっていうことと、あまり遅くまで遊ぶっていう文化が多分そんなにないのかなっていう印象があるので、空いている時間帯に行きたいっていう方は日没のね少し前ぐらいから行ってのんびりするのがおすすめかなと思いました。プールも結構広いので、よほどね混んでいる時とか週末とかでなければ席がないとかっていうことはない程度に席もたくさんありましたので、はい、これもね素敵な雰囲気だったなと思います。はい、で、その他ですが、レストラン行ったところを紹介しようと思うんですが、まず一つ、こちらのねホテルのメインのロビーラウンジ兼バーっていう感じのところで、バーのスペースでちょっとモクテルを飲んできましたが、着いてすぐかな行ってきたんですが、こちらも雰囲気ねかなり良くておしゃれな空間だったので、ぜひね来た際は行っていただきたいと思います。はい、で、こちらのクラウンタワーズさんは横に同ブランドのホテルが併設されているというか、多分もともとあったホテルの横に新しくクラウンタワーズさんを作ったっていう形で館内もつながってるんですが、なんでレストランとかは両方ね行き来できるっていう感じのホテルなんですが、そちらの前あった方の、これはクラウンホテルさんなのかな、ちょっと調べて出しますが、の中にレストランがたくさんあるので、レストランはそちらを利用することの方が多くなるかなと思うんですが、私は今日は日本食のノブというお店に行ってきました。中の様子と食べたもの載せようと思うんですが、でなんでオーストラリアでこの日本料理のお店に行ったかというと、こちらがレディー・ガガさんとか、ロバート・デ・ニーロさんとかがパースに来た際はもう必ずと言っていいほど来るというお店という評判といいますか情報をキャッチしたので、せっかくなのでね何日間かあるうちの1日はねこちらのお店行ってみようかなと思って行ってきましたが、っていうのは実は後付けでして、久しぶりにね日本料理食べたいなと思って日本料理のお店に入ったらそうだったっていう入ってノブっていう人はどういう方なのっていうのを調べていったら分かったっていう感じです。なんで入って、注文するね前に少し調べて出てきたのを今よくわからない嘘つきました。はい、ということでそんなね素敵なお店も入っています。で日本人が食べても本当に美味しい日本食だったなと思います。ロール寿司とか、ノブ風フィッシュ&チップスとかをいただいたんですけど、これ美味しかったですね。全部美味しかったので、こちらは何日かね、パースに宿泊された1日なら結構いいんじゃないかなと思います。一度だけ来て1泊でここだけ食べるっていうのもよくわからない状態なんで、海外に来て日本食だけ食べて帰るっていうのもちょっともったいないかなって気がするので、はい、そんな感じですかね。こちらのホテルに何泊かされた方はそのうちの1食をね、この和食にしてもいいんだと思いますし、パース市内とかこのエリアで何泊かする方はそのうち1つここ来てもいいかなっていう感じで、とっても美味しい日本食のお店でした。はい、という私が行ったのはこの2店舗かな。ロビーラウンジのところと、夕食のノブというお店に行ってきました。はい、これもね良かったですね。はい、で、その他ですがちょっと、夜このホテルからね30分40分ぐらいブラブラと散歩をしていたので、散歩の時に出会えた風景をいくつか載せようと思うんですが、まず、サンセットタイムでサンセットタイム、マジックアワーみたいな時間ですかね。で、川越しに見えるパース市内の様子とか、
お散歩コースの緑の雰囲気とかで、近くにスタジアムがあるのでスタジアムの様子とかを撮りつつ、のんびりねブラブラしてたっていう感じですが、日本ではねなかなか珍しいブラックスワンですかね、黒い白鳥がたまたまね何匹か遭遇することができたので、ちょっとそれもね撮ったりしましたが、鳥がね結構たくさんいて、動物園なのかなっていうぐらい鳥がたくさんいます。で、割と人間への警戒心が薄いなっていう感じがするので、割とね近くで鳥を見たりするのも楽しかったなと思います。はい、鳥好きな方でねバードウォッチングとかされる方は本当にね最高の場所かなっていう感じがしますね。はい、希少性とかはねちょっと私は知識がないのでわからないですが、なんでしょう、人間とねこう自然がうまく共存してる感じが素敵な雰囲気だったなっていう感じがします。はい、で、その他ですが、意外にも、ホスピタリティとかお部屋の話を全然してないのでこちらしようと思うんですが、ホスピタリティは、リゾートホテルのラグジュアリーホテルっていう感じですね。なのでシティホテルのラグジュアリー感とちょっとねこう沖縄とか、それこそ何ですか、海外だとバリとかのそのリゾートホテルの雰囲気と、そのねミックスされたような形で、これはねまさにホテルの雰囲気にマッチしてるなという感じでした。はい、で5つ星ホテルということで、抜かりないね対応いただけてるかなという感じがして素敵なホテルでした。はい、でお部屋ですが、今日はコーナーの2面のガラスのお部屋にしてますが、でも別に2面じゃなくても良かったかなっていう感じがするので、一番リーズナブルというか価格がね抑えてあるお部屋で、2面じゃなくて私の今右手の、ガラスがなくてパース市内の方だけ見えるっていうお部屋と、コーナーのお部屋が、5000円から1万円ぐらいの差額があるので、これだと正直私は、コーナーじゃなくても良かったのかなっていう気はしますので、そんな感じがします。ただ私は割とコーナールームが好きなので、この部屋がダメということではないんですけど、無理にコーナーにねこだわらなくてもいいかなっていう気がするのと、やはり眺望としてはファースト市内側をね見てる時間が多くなるので、そうすると、そちらがねしっかり見えてれば十分幸せかなと思います。なんで、一番ボトムのパース市内が見える方面のお部屋か、もうスイートまでね飛んでしまうかっていう選択がいいんじゃないかなというのが私の率直な印象です。で、お部屋の雰囲気は、かっこいい感じがねちょっと含まれている感じなので、男性的なデザインかなっていう感じはしますが、おしゃれでかっこいい雰囲気だったなと思いますので、私はねこういうお部屋結構好きなので、はい、良かったなと思います。まだ新しいのかな、新しい雰囲気といいますか、モダンなねデザインだったなっていう気がするので、こちらも良かったなと思います。はい、その他話してないことはないかな。あと、お部屋でこのパースで3泊目になるんですが、良かったなと思うことは、良かったというか特徴は、バスアメニティのところに、ひげ剃りとか歯ブラシとか、日本であるようなアメニティが全て揃っていたので、これはねなんだかんだ揃ってるとちょっと嬉しいなっていうのは感じましたね。何も注文しなくていい感じなので、はい、なのでこれはパース市内ではね3泊目にして初めてだなっていう感じがしますが、贅沢なねものなので、なくてもねいいなと思うんですけど、欲しいものだけ注文するのでも何も問題ないんですけど、久しぶりにね揃っていたら、やっぱ揃っていたらいいなって感じはねしましたはいそんなところも良かったなと。あと、シャワーの水圧が良かったです。とってもねいい感じ、ちょっと強めで、かつ温度調整もしやすかったですね。であとは浴槽、今日はお風呂おかしい、ごちゃごちゃになってるので整理します。はい浴槽に水を入れるスピードがとても速かったので良かったですね。今日は私はお湯をためて入りましたが、はい、そんなところも良かったポイントかなと思います。はい、で、総じての印象なんですけど、細かいところにね気が利いてるホテルだったなと思いますね。なのでこれあったらいいなっていうものがいろいろなところにあったり、ホテルの方の配置とかもですかね、
たくさんスタッフの方がいらっしゃって、どこでもねこう困ることがなかったホテルだなと思いますので、さすがフォーブストラベルガイド5つ星という感じですかね。素晴らしいホテルでした。はい、ということで今日は、オーストラリアのパースのちょっと郊外って言ったらいいのかなにありますクラウンタワーズパースさんをご紹介しました。いやもしもね、パースに裁縫することがあったらまた来る感じしますね。はい、いう感じなので、そういう素敵なホテルでした。はい、もしもパースに来られる方、ぜひご検討いただけたらと思います。では今日はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございます。失礼します。